자, 오늘은 고레에다 히로카츠 감독님이 이번 새롭게 나온 영화 상자 속의 양인가요? 그 영화를 2번 봤고요. 전 전문가가 아니니까 그냥 영화에 관한 얘기라기보단 그냥 감독님 개인적인 이야기를 좀 식사하면서 들어보도록 하겠습니다. 그래서 일본 분들 좋아하는 닭곰탕 이번엔 더 성공적으로 잘 끓였고 찹쌀밥을 해서 하여튼 그래서 식사를 해보도록 하겠습니다. 요코소 성시경です。お願いします。是枝です。僕の YouTube はご覧になりましたか？はい、いただいた資料で。ですからちゃんとするインタビューというより、ただこう食事しながらこう軽く、食べに来ました。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞお座りください。お酒飲まれませんね。お酒飲まないんですよ、僕。炭酸水とか。嬉しいです。ですか？はい。これがメインのタコムタンでございます。ほう。わどうぞ、食事の方から。これはですね、前回, 저번에 강동원이랑 냉면집에서 우연히 뵈갖고, 동원이한테 인사하러 갔다가, 감독님이라 해서, 와, 그래서 잠깐 이야기한 적이 있어. 昔、偶然出会ったお話を。で、その時、冷麺屋さんだったんで、多分、チェウって言うんですよね。韓国の冷麺屋にある、もしお気に入りんじゃないかなと思って。好きです。全部自分で？はい。そういう企画なんですよ。もてなしの。おいしい。わかった。야, 내가 했지만 정말 오늘 다 맛있게 됐다. 自分で言うのちょっとなんですけど、今日ちょっと美味しくできましたよ、全部。なんだ？すごいなんかふっくらしてる。エビとズッキーニですね。ズッキーニは、やっぱ日本のズッキーニと韓国のエホバって言うんですけど、似てるようでちょっと違いますよ。味も、食感も。これ美味しいな。よかった。チヂミよく食べるんだけど、夜遅くに事務所でご飯とかになると、韓国料理早いから。そうですね。で、これは、やっぱり長く煮るんですよね。鶏一匹を。で、スープが出たら、その残りの肉を、こういう風にサラダにしたり、ここに入れてもいいんですけど。そういうことなんだ。で、これ本当に何も入れてません。本当に鶏とそういう漢方のサムゲタン用の。サムゲタンみたいな。木とか入れて。いや、뭔가 이렇게 심사반なんか美味しいね。よかった。シンプルだけど、深い。で、韓国はなんか癒しのフードっていうか、風邪のケアがあったり、なんかこう体が弱くなったりすると、よく食べるんですよ。いいね、これ。よかった。今日来ましたっけ？朝？で、明日帰るんですか？明後日。明後日、はい。スケジュールパンパンですよね。スケジュールパンパンだけど、こういうんだったらいいな。で、なんかちょっと不思議だったなと思って、なんで、うちのチャンネルを選んでくださいました？なんかいくつか提案があって、こういうのどうでしょうって食べる番組ですって言われて、いいなと思って。で、僕思ったのは、やっぱり僕、専門家でもないし、本当に普通な食事会っていう感じで、もし気に入らない部分があったら、後から全部編集できるんで、全然大丈夫よ。なんかこう、個人的な、そういう映画の話は多分イ・ドンジンさんがちゃんとやってくれると思いますし、イ・ドンジンさんも、昔ラジオやってた時、長い間、ゲストしてくれました。イ・ドンジンさん。仲良かったんですよ。で、彼が、とにかく韓国で一番、影響力があるというか、信頼性の高い評論家なんで、いつも呼んでもらって、なんかすごい、たくさん DVD が並んでる部屋で、よく。それでですね、映画は見させていただきました。映画の話も。すごくいいと思います。ありがとうございます。で、一応、大悟さん？大悟さんの存在は知ってましたか？僕、鬼レンチャンという番組に出てて、会えないんですよ。別々で、歌手は歌を歌って帰る。で、その録画されてる映像を見ながら MC さんたちがこう、語る。で、直接にやったことはないんですけど、すごい、その番組韓国でバズってて、大悟さんのこと知ってて、千鳥ってすごい有名って。
で、もともと俳優やってらっしゃったんですか、彼は。やってない。あ、すごくないですか、だったら。ちょっとだけ出てたりはしますけど、ワンシーンとか。いや、だからこれが、彼の力かな、監督。まあ、両方でしょ、多分。そんな自然に演技できるってちょっとびっくりしました。いや自然にできるぐらいか、彼の芝居大好きだったんですよ。で、それは偶然決めたんですか？それともずっと前からあるきっかけがあったんですか？ある番組を見て、この人ちょっとやってみたいなっていう感じ？それとも。ヤギと大悟っていう、はい。大悟さんがヤギ連れて歩いてる不思議なバラエティがあって、はい。それが、まあ、決め手といえば決め手なんですけど、なんか歩いてる格好がいいんだよね。やっぱり。今回も、やっぱり撮ってて、いい歩き方してるなっていう、走ったり歩いたりしゃがんだりするのが、なんかすごく絵になって。そういうのも目に入るんですね。仕草っていうか、だから一般の人はあんまり気にしない。例えば、彼はただ立ってるのがすごい、なんか味があるとか、人間が立ってるのに何の味があるって。それは見えるからそう言うんですよね。この映画はどれぐらいかかりました？撮影は。撮影は、2ヶ月。早いんだ。2ヶ月ちょっと。9月、10月、11月。2ヶ月半かな。その家は建てたんですか？セットですか？表側は実際に北鎌倉にあるお家で、で、子供部屋に入っていって、子供部屋とリビングはセットとロケセットと両方組み合わせて使ってる。中の庭は？中庭も両方作った。セットにも作って、でも実際に中庭はあるので、レモンだけ植えさせてもらって、レモンでつなげて、お芝居はセットで。すみません。そういうの気になるんですよ。やっぱり、こう見てると。あれは、実際に建てたかなとか。実際にね、建てるお金はね、僕の映画の場合はほとんどないので、だいたいもう建ってるもので、ここの空間活かせるなとか、この渡り廊下面白いなと思って。で、この企画は、いつから始まったんですか？それと、どれぐらいかかるんですか？監督は。ある作品を書くとき。どこで一人でやるんですか？それもちょっと気になるし。今回は、2年前の3月ぐらいだから2年ちょっとですよ、出来上がるまで。ちょっと短いです、今回は。具体的なきっかけは、中国で生成 AI を使った死者の蘇りのビジネスが人気っていうちっちゃな記事を見て、なんか始まったなって感じなんですよね。何年か前に日本でも、美空ひばりさんっていう歌手を生成 AI で蘇らせて新曲を歌わせるっていうプロジェクトがあったですよね、そういう企画。韓国も。出川さんっていう、それも芸人さんだけど、出川さんのお母さん蘇らせてスタジオで再会させるみたいな、結構それは感情的になるシーンをあえてシチュエーションとして作ってたから、ちょっと暴力的だなと思ったけど、でもやっぱり、もしそういう風に再会できるんだったら、死んだ母親にもう一言、こういうことが言いたいなみたいなのって誰でも思ってるじゃない？気持ちとしては。そういう方向に人が向かう気持ちも、わからなくはないなと思ったわけ。だから、そういう制度を利用しようと思う気持ちと、でもやっぱりそこで思いとどまる気持ちみたいなものとの間で揺れる人の話を書こうかなと思って、それで書き始めました。多分よく言われる質問だと思いますけど、何かを決めて、貫くんじゃなく、これですよとか、そういうメッセージとかじゃなく、いつも質問をかけられてる気持ちになるんですよ。監督の映画。そうなの。答えより質問が大事なの。だからずっと考えちゃう。そう、僕もずっと考えながら撮ってるの。ずっと悩みながら撮ってます。だから、出来上がっても、この映画で伝えたかったメッセージは何ですかって言われると、メッセージがあって作ってないなっていう問いはあるんだけど。もちろん。死んだ人って誰のものなの？生きてる人が勝手に使っていいものなの？なんかそういう問いはあるんですよ。ごめんな。で、一緒に考えましょうっていう感じ。一緒に考えましょうなんですよ。監督の傾向なのか、なんか3日間どうするって感じ？監督。でも最近なんかもっとはっきり答え出せって言われることの方が増えてきた。いや、ですけどやっぱり人間ってプレッシャーですからね、それは。時間出すから2時間。俺は楽しませて、なんか教えて、なんか感動させて。俺は何も考えたくないから、そのまま楽しませてっていう感じもあるんですよね。そういう芸術の一つですよね。そういうものを作っていきたいなと今でも思ってますけど、結構でもさ、最近あまりもう気にしないようにしてるけどさ、感想とか見たりするじゃない？そうするとさ、なんか考えるのめんどくさいとか書いてあるんだよね。
結構ショックでそんなわけさ、ないでしょ。最初に触れた時には結構ショックでさ、あ考えるのめんどくさいんだと思って。考えるの楽しいじゃんと思ってたんだけど、と思って、そういう気持ちの時は、だから僕の映画見ない方がいいかもしれないなと思って。監督のその映画とか見ると、一言も見逃したくない気分全部なんか、何の心を込めて、出たのか、そうなるんですよ。そういうのが好き。だから適当に、こう、やって、みんなでやってみて、これいいね、こう行こう。そういうタイプじゃ多分絶対ないから。で、すごいストレスを感じてません？自分が全部やることに。全部やってないよ。自分では。もちろんガイドとしての脚本は書くけど、その通り撮って楽しいかっていうとそんなことはないから。まあ、手伝ってもらうけど、すいません。決めるのは自分でしょ？決めるとかね、発見する。例えば、今回すごい良かったのは、かけるを呼び込む前に昔の写真を選ぶ。動画を選ぶ。夫婦で。じゃあこれは送ろう。これはやめよう。っていうシーンがあるんですよ。二人で見ました。奥さんの方は洋服選びに行きます。旦那さんもそこに行って一緒に洋服選びますっていうシーンなの。僕が書いたの。で、見てたら、大悟さんの表情が、なんだろうってちょっと気になったわけ。まあもちろん、画面も撮るからさ、回り込むじゃない？はい。そしたらさ、綾瀬さんが大きな声で笑ってたわけですよ。ははははって水遊びしながら。はいはい。で、まさにそこはそうなってて、健介はかけるじゃなくて音音を見てるんだって思ったわけ。この笑ってる音音を見てる。それは今笑わなくなったから。かけるの映像を送るシーンなのに、ここはそうじゃないんだと思ったわけ。発見。発見。これは僕が書いたんじゃなくて、二人のお芝居。あやさんの笑い方と、わかります。大悟さんの目線で、ここはそういうシーンになるんだと思って、それで大悟さんに、すいません、ちょっと、そのあやさんのあれを大きくしてくださいって、現場でお願いして、わかりました、つってやってもらったわけ。3人の共同作業だけど、僕はそれを発見したわけ。それが演出だと思ってるんだけど、すごく、自慢だけど、発見できて。でもそれはやっぱ二人の芝居があってからだから、あってからこそなので、そうやって出来上がってるシーンがやっぱ脚本より圧倒的に面白いし、共同作業でやる意味があるし、そうですね。僕の演出はやっぱそこを目指すべきだなというふうに常に思っていて、そういう発見があった現場はとてもいい現場。まあ、もちろん可能であると思いますけど、神様みたいに、こうなるとこの人の感情こうなるだろうって、なんか全部こう決めてやらせるよりは、こういうシーンですってやりながら、それもすごくわかります。さっきもどんな演技指導をしたんですかって言われると、いや、指導はしてないな、みたいな。見るのが大事だなと。見て聞くっていうのが大事。そうなんだ。だなと思ってます。で、韓国いつもよくいらっしゃる。で、それがすごい韓国人として嬉しいし、韓国のファンも多分、ラブラブな今目線で、見られてますよ。ありがとうございます。どうですか？韓国の印象とか。すごい久しぶり、なんかしばらく来てなかったなって思ってて、さっき携帯の写真調べたら、去年も来てたね。去年も僕、写真でソン・ガンホさんと笑ってて、調べてて、一昨年もソン・ガンホさんと笑ってて、ソン・ガンホさんとペドゥナと必ず会ってんなと思って。ペドゥナ。すごい両方ともいい俳優さんですね。まあ、好きです。彼女も僕の歌が好きだと。まあ、どっかで言ってくれて、トーク、お互いに応援してる感じかな。ソン・ガンホさんはもう韓国でも。国民的スターだもんね。そうですね。それもやっぱ違うんですか？演技とか、やり方とか、感情の入れ方とか、日本でやるときと、まあ、韓国の役者とこう、やってもらうときと、これはちょっとやっぱ味が違うなっていうのがあります？味が違う。一本しか経験してないからそんなに分かったようなこと言えないけど、ペドゥナもソン・ガンホさんも圧倒的にうまいよ。ソン・ガンホさんは全テイク変えてくるし、常にファーストテイクのようなお芝居を、まあ、ご本人も志してるって言ってたけど、常に1回目のようにやりたい。何十回同じお芝居をしても、常に全部違うつもりでやってるし、で本当にそういう風に見えるわけ。全部1回目に見える。これはどうやってできるんだろう、そういう。どうやってできるんだろうなと思ってるんだけど、しかもそれ全部覚えてるんだよ。自分が何やってたか。僕が編集したのを見て、これは多分6テイク目だと思うんだけど、それわかるんだ。監督、僕の言葉のニュアンスまでは多分理解できないだろうから、アドバイスとして聞いてもらえると嬉しいんだけど、多分ここをこういう風に使うんだったら8テイク目の方が
僕としては納得がいってるから、ちょっと試してみてほしい、みたいなことを結構細かくアドバイスしてくれたの。それはすごいありがたかったの、僕は。やっぱそこまで言葉の微妙なニュアンスとか発音がちょっとここの滑舌がみたいなのまでは分かんなかったから。はいはいはでも、本当に覚えてて、すごいなと思ったですよ。ペドゥナはペドゥナで、僕どのシーン、僕の映画出てくれてどのシーンも素晴らしいけど、警察の車に乗っててさ、窓の外についた花びらをさ、い。はい。窓ちょっと開けて、こう指でこう、スーってやりながらセリフ言うっていう、なんということのないシーンで、脚本で返した時には、これいるのってみんなに言われたわけ。これいるのいらないんじゃないこれ。何の意味があるのって言われてたんだけど、ペドゥナがやったら、もう意味ができた。うん。目が離せなくなっちゃって、この指の動きから。絶妙な幅の窓の開け方と、絶妙に届くか届かないかの指先と花びらのこう、はい。緊張関係みたいなのが、なんでこんなことできんだろうなっていう感じなんだよな。やっぱ体のコントロールなんだよな、きっと。で、今、そういう共演、一緒にやることの楽しみとか言ってくれましたけど、ゴレーさんはもう世界の中の監督じゃないですか。今もやったことないけど、やりたい俳優さんとか女優さんとかいます？たくさんいます。まあ、断られたこともあります？ありますよ。断られることありますよ。スケジュール上じゃなく、この作品はちょっと私には合わないかもとか。ありますよ。あるあります、あります。でも、それこそ、キキキリンさんとかって、何度も断られてんの。何本も出てもらってるけど、もっと実はオファーしてんの。この役だったら、私じゃなくて、この人がいいから、私が交渉してあげようかみたいなことを。それは、説得とかできません？そうなると。キリンさんはね、説得には応じない。基本的には。一度やらないって言ったらやらない。でもね、まあそれが正しいんだな。でもな。じゃあ、断れてるんじゃなく、監督、韓国の俳優さん、女優さんでもいいし、この人はいつかなんかやりたいなって多分この映像見たらすごい喜ぶじゃないですか。これはいいと思いますよ。いつかとか、この人とやりたいなって気分もありますとか、どうですか？でもね、そこで名前出すじゃない？実現しなくなるのよ。なぜか。逆に名前出しちゃうと、実現しないっていうことを何度も経験しており、それで出しにくいっていうのがあるんですけど。はい、じゃあやめましょう。でも、大丈夫ですか？ヒョンビンだよ。ヒョンビンヒョンビンの何をご覧になりました？レイトオータム。はいはいはい。もちろん愛の不時着見てさ。はい。日本でバズりましたよね。バズりました、すごく。俳優としては、やっぱり身体能力が高いなと思ってるの、ヒョンビンも。はい。とっても素敵なのよ。何がですか？ヒョンビンが。ちょっとすいません。お酒は、ずっと前から。お酒ね、飲めないんだよね。飲んじゃうと、生まれつきですか？そう。まずドキドキしちゃって、心臓が。で、頭ガンガンしちゃう。多分ここで寝ちゃうよ。少しだけでも？ちょっと飲んでもここで寝ちゃう。京都で映画撮ってた時に、もう20年ぐらい前ですけど、撮影が12時ぐらいに終わって、夜の。で、編集するんですよ、毎晩。そうすると2時ぐらいになるんですよ。で、翌日6時出発なんですよ。そうするとどうしても寝なくちゃいけないじゃないですか。ここ今寝ないと4時間切ると辛いな、みたいな状況の時に、もうこれお酒飲もうと思って、お酒っつったって、梅酒みたいなもんですよ。あれをぐるぐるぐるって飲むと、コテって寝るんですよ。寝れる。寝るからもう意識がなくなるの。最高の眠剤じゃないですか。そうなの。それで、毎晩飲んでたの。そしたらね、だんだん量が増えていっちゃったの。ほら、できるんですよ。そうなの。だから慣れると、その時は結構増えちゃったんですよ。最初梅酒のこんなの一つだけだったのにさ、梅酒飲んでビール飲んでみたいな。寝るために飲む量がだんだん増えてって。やばいな。このまま行くとまずいなと思って。でも撮影終わって、無理に寝なくて済むようになったら、ピタッともう飲めなくなっちゃった。また。でも多分慣らしていけばそのぐらいは飲めるんだなと。これ2つぐらい。わざとそうする必要はないですよね。僕本当に美味しくて飲むタイプなんで、このマリアージュとか、食べ物との相性とか。そうなんだよ。だからさ、僕食べるの好きなのにお酒を飲まないもんだから、そのマリアージュがわからないっていうのがすごく残念だし、例えばイタリアとか行った時に、このワインをどうしても飲ませたいみたいなのあるじゃん、向こうの人。いやでも寝ちゃうよって。そうだ、ごめんなさい飲めないんですって言うと、すっごい悲しそうな、これにはこれが合うのにみたいな、すごい悲しそうな顔されるのが、本当に申し訳なくていつも。映画音楽みたいなもんだと思います、僕。
音楽なしの映画とはい。音楽あありの。音楽なしの映画も好きだけどね。まあ、そうですけど、やっぱあった方が。そうでしょうね。今回の音楽はどうなったんですか？すごく良かったですよ。ありがとうございます。は坂東さんね。木がテーマだから、い。今回の映画は。は。木が出す音をメインにしてくださいっていう、すごいお願いの仕方をして。どういうやり方ですか？もちろん頼んでもらって、このシーンにこれ、なんか頼んで聞いて、いいですね。ちょっとこっちかなっていう感じですか？あのね、作曲家によっては、何も音楽が入ってないものをくださいっていう人もいるし、入れたいところをちゃんと指定してもらって、ここからここまでってちゃんと分数出してもらった方が作りやすいっていう人と、はいろいろいるですね。で、坂東さんには、あまりそういう指示は出さずに、そういうイメージだけ伝えて、はで、坂東さん撮影現場来て、い。撮影現場、来るんだ。来た。それであの家の空間を見て、表少し歩いて、ちょちょっとイメージが湧きましたって言って帰ってきたのが、冒頭2曲目の林さんが家から、はい。あれで出かけていくところの曲をまず最初に書かれて、すごい似合いますよね。そう。んで、ぴったりだったから、もうあとは信頼して任せて、は編集が上がるために見てもらって、い。そうすると曲がポロって出てくる。何割ですか？作品によると思いますけど、その映画音楽は自分の作品に大きいですか？大きいですけど、全く使ってない映画もあることあるので、はい。難しいな作品によるなですよね。そして父になるなんてグールドしか使ってないからね。海町ダイアリーは結構音楽大事だなと思ってたから、はい。菅野陽子さんっていう方の音楽を使わせていただきましたとか作っていただきましたけど、はい。でも僕が海町の時はね、音楽家決めずに撮影が始まって、たまたま撮影の現場で中空きがあって、みんなでゴロゴロしてたの。役者さんたちと一緒に。畳の上で。はい。それで、監督これ音楽誰にするんですかって聞かれて、いや、まだ決まってないんだよね、つって。ちょっと編集した絵を見せたの。鈴が大城と一緒に自転車乗って桜の道をこう走ってく絵を見せて、これどんな曲だったらいいと思うつって、4人に見せたら、長澤まさみさんが、菅野陽子さん合うような気がするって言って、じゃあちょっと当ててみようかっつって、その絵に既成曲だけど、菅野さんの曲はめたら、すごいぴったりだったわけ。長澤さんのおかげなの。それでもうすぐ菅野さんにオファーして、で作ってもらったのね。大きい、いっぱい咲いてるじゃん。わー、すごこれは質問シーンの中にあったんですけど、映画って経歴が重なってどうですか？どんどん作りやすくなるんですか？なったりするんですか？それとも毎回同じ感覚ですか？それともどんどん難しくなるんですか？映画を作ることがはい。楽しいですよ、今。それはすごくいいですね。はい。とても楽しいです。作ってること自体は。責任は重くなりますね。それはやっぱり、デビューした時は僕が一番撮影の現場で若かった。今明らかに僕が一番年長で、ほぼと一番年長。で、自分の子供とか、下手したら孫ぐらいの子たちも現場にいるじゃない？で、その子たちがちゃんと安全で健全で楽しく過ごす。ように。働いてくれてる人たちがちゃんとそれでお給料もらえて、生活ができるようにしていく責任があるから、その自分の撮影現場をどういうふうに、階段登らせていくかっていうのは考えなくちゃいけないから、面白いものを作るのがもちろん大前提だけど、面白いものを作ってみんなが不幸になりましたっていうのは、もう許されないなと思っていて、それを考えなくちゃいけない責任はあるけれども、30年やってきて、未だに楽しいですし、発見もありますし。なんかすごいいいと思いましたの。そういうスタッフへの責任からこの話が始まるのが、すごいかっこいいなと思いました。昔日本もやっぱスタッフの待遇とか。今もひどいですよ。韓国の方がずっと進んでます。ですよね。韓国すごい悪かったんで、昔。今すごく早いんですよ、変化が。韓国早いよね。だって10年前はまだブラックだったって言ってたよ。でも今は、全然できないから、そうなると。だからそれ両方にいいとこと悪いとことあるじゃない？その通りです。だから僕は韓国で映画撮らせてもらって日本に戻った時に韓国がいかに進んでるかって話を、随分日本に圧をかける外圧に弱いからさ、韓国はこんなに進んでるぞっつって、随分発信をしたんですよ。で、ようやく
その影響があったとは思わないけどさ、ようやく日本もこのままじゃまずいなと思ってきて、3年前に基準が出て、今ようやくその、1日何時間、週に何時間っていうのが決まってきてるんだけど、それでも全然韓国よりも長いもん。ブラックだもん。ですよね。まだ。だから、全然、そこは韓国の方が進んでる。だけど、それは罰則があるのって言ったら罰則はないけど、作れなくなるんだっつって。告発されたらもう作れなくなるから、誰もそこはルールを破ろうとはしないっていう、結構厳しい監視社会なんだなっていうのをちょっと感じたけど。でも、おっしゃる通りと言ったら本当に、いいところもあって、悪いところもあって、それが、どっちがいいというより、やっぱ違いますよね、日本と韓国。違うの。だから、両方のいいところを混ぜたい。混ぜた方がいいと思う、きっと。だから、まだ日本は映画作りって趣味だから、趣味の分が、趣味だよねって言われてる。好きでやってんでしょ？だからお金にならなくてもいいよねっていう感じが、まだ残ってるわけ。楽しいことやってるんだから貧しくても我慢しないよみたいな感覚がどっか残ってて、監督がそれなのはいいけどさ、その監督の夢にスタッフが付き合わされるのはさ、もうダメ、もうやめないとって思ってますけど、ようやくです。ようやくだからそこは改革が始まったのが、まあいいとこなんだけど、僕は今回もフィルムで撮ってるんですよ。でももう韓国じゃフィルムないじゃない？はい。だからそこはもう早すぎて、韓国で映画撮ろうと思った時に、フィルムでやりたいんだけどさ、もうないよって言われて。撮ってもいいけど現像できないよって言われて。そうすると未現像のフィルムを日本に送らないといけないみたいな状況で、諦めた。でもやっぱフィルムで撮る面白さみたいなものもあるから、本当はそれなくならない方がいいなとか、ブローカーの時には、牽引で街中車走らせて牽引で撮ったりもしてるんですけど、撮影部のスタッフが牽引なんてもう10年やってないみたいな。僕本当は牽引が好きなの。なんでですか、それは。ペドゥナさん言ってたけど、風が吹く方がいいって。だけど、役者さんによっては、やっぱ演技に集中したいから、運転しながら芝居するのは危ないし、そこも良し悪しだと思いますけども、僕もやっぱりなんだろうな、安全であるならばまだ牽引したいの。完璧な答えでした。風が吹くからって。風が吹くから。はい。風も吹かせられるんだけど、やっぱペドゥナのその言葉は重いなと思って。私は風が吹く空間で芝居がしたい。僕も日本で活動頑張ろうとしててですね、行ったり来たりしながら真ん中に挟まれてる感じというか、だから僕はまだまだなんですけど、日本のことある程度分かるようになってるし、韓国ではこう見えて有名なんですけど、日本ではまだまだなんで、もっとあそこで売れてから、駆け足のなれるんじゃないかと思いますけど、本当にそう思うんですよ。似てるようで違うし、違ってるようで似てるんですけど、日本と韓国って、違うなってたまに思います。で、それがいい感じで、混ぜられたら本当にいいんじゃないかな。勝らないと思いますけどね。やっぱり、ですからお互いに惹かれるんじゃないかなと。違うけどね。ですよね。でも美味しいものは美味しいじゃないやっぱり。美味しいと感じる気持ちは一緒だし、いい芝居だなと思うものも同じだし。その通りです。そこで繋がっていくことは絶対にできると思ってますけど。その通りです。本当にそう思います、僕も。ちょっと調べたんですけど、カンジャンケジャンが一番お好きだと。カンジャンケジャンは本当に好きです。本当に好きですし。行きつけのお店あるんですか？カンジャンケジャンの。映画祭で行くときにはプサンにある、行くと僕の写真が飾ってある、カンジャンケジャンのお店があるんですけど、ソウルにもダンビ。ハンナンドンの？あそこいいですね。あそこのカンジャンケジャンは非常に濃厚なのね。濃いんだ。濃いの。でも本当にカンジャンケジャンお好きだったら、いろんなお店で味わってもらいたいですよね。カンジャンケジャンってやっぱり本当に。違うんでしょう、いろいろあるんですよ。もうちょっとしょっぱい。おっしゃったように、濃厚、濃い、あっさりしてる、食べやすいとか、僕もちょっと役に立ちたいんで、カンジャンケジャンのお店の情報だけ教えてください。映画はいつオープンするんですか？韓国で6月の10日6월 10일. 이게, ですからここもちょっと急いで、字幕もつけなきゃいけないんで、やりますけど、この映画を見にくださる、ファンというか、視聴者というか、の方に、一言、監督さんから。はい。箱の中の羊、出ていただいた方たちみんな素晴らしくて、それだけでも見ていただく価値があるなと思ってますし、今回は、目に見えないものというのが一つテーマなので。そうですね。映っ
っているものの奥に何があるのかみたいなことを想像しながら見ていただくと、より楽しめるというかですね、より深く持って帰っていただけるお土産が多くなるかな、増えるかなと思っておりますので、ぜひ2度3度と劇場でご覧いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。宣伝までさせていただいてご飯までごちそうになっいて、やいやいや、もう楽しかったです。また呼んでください。はい、お願いします。